今日も珍しいメンバーで揃ってますね。今日はね珍しいメンバーでお届け、はい、そうですね。じゃあ早速、あなたたちは何のくくりですか？せーの、フライト大好き芸人です。芸人じゃないですか。フライト大好きメカニック。はい、っていう感じでね、大好きメカニック。はい、っていう感じで始めていこうと思います。ちょっとあれですね、無茶ぶりが若干打ち合わせしとけばよかった。通り、このね、トミーの前にあるサドル、そうです、フライト。フライト、セライタリアっていうブランドのフライトっていうサドルが好きな3人に集まってもらってます。はい。はい。で、早速なんで好きなのかっていうのは多分みんなそれぞれ理由あるよね。もちろん。はい。ということでそれを今日はちょっと喋ってもらいたいんだけど、その前にそもそもサドルを選ぶとき、自分の自転車のサドルを交換しようかなっていう時とかにみんなどういった基準というかどういった理由で変えてるかなっていうのを軽く先に話そうかなと思うんだけど、なんか金子さんどうですか？自分サドル変えようかなと思う時は何を重要視してます？まずはでも見た目だね、俺。まあそうなっちゃいますね。僕も結局座ってみないと分かんないから買ってみないと分かんないになって、確かにとりあえずまず見た目で選んで買う。で、確かに一回我慢する。で我慢できない。そこ重要ですよね。一回我慢する。重要。本当に痛くて、骨痛くても。でも我慢できなくなったら買える気だから買える。なるほどなるほど。でもあれだね。今回フライト好き芸人じゃっていうかメカニックだけど、フライトはなんかお尻にたまたまあったやつだね。そう。トミーは？僕もやっぱり一番は見た目なんですけど、あとはもう本当にバイクの雰囲気に合うかどうか。それも重要だよね。確かにね。見た目かっこよくてもね、なんか自分のバイクに使ってみてやっぱりその人間って100人いたら100人のその体型とかあると思うんで、合う合わない絶対あるんですよね。なんで一回使ってみて、スニーカーとかと同じ感覚。確かにそうかもしれないな。コンバースめっちゃ足に合うから、そのまま見た目も好きだしずっと履き続けてる、使い続けてるみたいな感じで、フライトは本当にそんな感じ。なるほど。第一は？僕でももう見た目。第一は絶対見た目なんです。第一は絶対見た目。第一は見た目でさ、今日ちょっとフライトの話になっちゃって他のサドルそうですね。僕がスパイダーよく使ってるよね。そうなんです。っていうのもこれ見た目やし、あとはクッション性もう全然いらん。クッション性なんか結構薄くなるじゃないですか。で薄い方がいい。シートポストが結構出る。僕とかピストとかの場合ある程度もう車体のシルエットっていうか、じゃサドルをつけた時の車体のシルエットも大事にしてるってことね。サドル単品の見た目以外のって感じ。だから若干トミー君とも似てるところはあるかな。お三方もしじゃあさサドルをさ選んでさ、見た目で選んで金子さん我慢するっておっしゃってましたけど、やべ合わねえってなったら次どういう感じで変えるんですか？全く違う形を選ぶようにするんですか？ケツ合わない理由をなんかサドル、その買ったサドルから身につけるかもしれない。例えばね、硬くって痛かったっていうのにも多分いろんな理由あると思う。骨が当たって痛かったもあるだろうし、真ん中が当たって痛かったもある。真ん中ね。真ん中当たって痛かったもあるだろうしっていうのもあるんだけど、なんかそういうのをこう分析っていうかしながら、あれじゃあ次選ぶやつここもうちょいないようにしようかなとか、あとクッションあるやつにしようかなとか、真ん中抜けてるやつにしようかなとか、そういう風にして選んだりはするかな。あとポジションも結構関係してくるからね。どしっと座る自転車に細いサドルつけたりすると全然なんかクッション性ないなとかになるけど、ってなるし、そうっていうのがあるから、そういうところも確かに気にするかもしれないです。なるほど。で、じゃあそんな中でもう3人はもう自分のお尻にこのぴったりフライトが合ってるっていうことで集まってもらってるんで、ちょっと軽くサドルの話したんで、いよいよ本題のフライトの話をしていこうと思うんですけど、まずはなんでそんな好きなんですか3人はこのフライトってサドルが。僕でも最初あんまり見た目も正直好きじゃなかったんです。そうなの？なんかもう言っちゃう、ここれは好きなんだけど、俺もそこ好きなんだけど、もうフライトってもうここ
フライトっていろんなモデルあるんですよ。なんか急にあ、いいよ、なんか上がっていっちゃうネオモデルあるんですよ。こういうマジの新しい強いやつ。ちなみにそれね第3世代なんで、俺ネオのやつが金子さんももうこれね人のやつ第2にしちゃう世代だね。ネオのやつがあるんですよ。これもここだけはほらもうフライトだからここ同じなんですよ。ずっとあるこれ。なるほどね、このクイってところね。そうなんですよ。それを嫌いというのはこれもピシっていうのがね好きなんですよね。これが一番わかりやすい。ああ、なるほどね。じゃあなんで好きになったの？そんな最初は嫌だったのに。ただなんか見た目で選ぶんでしょ、大地は。見た目で選びます。めちゃくちゃ言うじゃん。結構まあこっちの人、東京の地方性出る。東京出てきて、で割となんかつけてる人多い、メッセンジャーの人あ、染まった感じだ。でなんか、まあそんなつけてるんやったら一回つけてみようかなっていう、もうほんま興味本位、あとは単純に、こいつがもう割れた。耐久性はなさそうだね、それね。これはもう、でもお尻には結構合ってた。固有名詞出しちゃうのもあれだけどさ。だからこれも、まあ、結構長かったんで、でもう痛いってなって、じゃあ次何しようかなと思って一旦その前に使ってこっちに戻したんですけど、この305ゾンコランです。ゾンコランだ。しゃもじ。しゃもじ。もう横、あとはもう薄くなって雨の日はもう尻がびちゃびちゃに。結構サドル使い倒すタイプの人だよ。あんま物買い替えないですね。あ、なるほどね。もうあかんってなるまでは。で久々に買ったのがフライト、これ。つけてみての感想どうだったの？だからその最初のファーストインプレッション。フィーリングはめちゃくちゃ漕ぎやすい。単純にここの細いところ。なるほどね。やっぱね、レーシングサドルだよね。それはかなり感動して、あ、こいつ思ってたより悪くないんじゃないかなってなって、じゃあちょっとなんかかっこよく見えてきたっていう。ここの感じもね。一応そのさっき言ってた漕ぎやすいっていうやつに補足するんだけど、なんかそもそもセライタリアってなんだろう、昔はもう本当に日常の自転車のサドル作ってたんだって、革サドルで、なんだっけな、富豪がいいんだよ。富豪っていうのがに引き継ぐんでね、セライタリアを。なんて人だったっけな。で、その人が買い取ってからそのロードサドルとかを研究し始めるのね。でそのロードサドル研究し始めてエルゴノミックって言ってこうよく言うんだけどさ、人間工学とかあったりじゃん。でそれをサドルに最初にぶち込んだのがセライタリアなんだって。でそれで作られたのがターボができるんですよ。懐かしい。そう。あ、ターボないですよ。ターボありますよ。あるね。それだね。そうそう。これは記念モデル、限定モデル。そうそう。だからこれが結構その80年代とかのツール・ド・フランスだとよく使われてたモデルらしいの。なんだけどそっからまたなんだろう、座り心地を結構研究してたんだって、セライタリアって。でぶっちゃけここいらなくないってなったんで、ここ、ここわかる？そうそう軽くなるし、よくあれブルックスもそうだけどさ、スワローとかないじゃん、ここ。でこれは漕ぎやすく摩擦抵抗を少なくするためにここをなくすんだけど、でそれを初めてなんだろう、こういうレースサドルでやったのがセライタリアでありフライトなんだって。そうだから結構ここはね思い切ったことしてるんだよね。確かにここ、確かにそれ言われてみたらここがこうなってる理由ちょっと理解というか納得しますよね。ここからこういらない部分だけを最小限にビーって切ったらこういう形になりそう。そうでなおかつやっぱなんだろう、ローハイトって言ったらこうどんどんちっちゃくしてあげてっていう風なのもやったし、どうせ傷んだったら軽量に作ろうぜっていう風になって、なんかねベースのところとかもすごい工夫したりとかで、その当時結構驚異的な軽さの 230g だったんで、っていうなのでフライトが出来上がった。でそのフライトがあったからこそ今のなんかまあフィジークとかだったり、あといろんなそういうレースサドルって言われる薄っぺたいサドルっていうのがなんだろうのもう原型が多分フライト。そう。あ、じゃあ知らないことばっかだった。すごい。まあ大地もトミーもかもしれないけど、やっぱさ固定ギアで使ってるんでしょ。固定ギア使ってる。だからそうなるとずっと足回りっぱなしだから、その漕ぎやすいっていうのは少し一個チャームポイントよね。そうですね。足抜けのさ本当に重要。あとやっぱ削れてないもんね、ここね。トミーのやつとかもそうだけど。ロゴはちょっと消えますけど、消えるけど、なんかその皮が擦れてなくなっちゃうとかはなくて、このさ、これトミーのやつ、真ん中のやつって、この2つはトミーの私物。はい。
このさ使って艶が出る感じかっこいいよね。かっこいいこの新品の状態ってこの俺が持ってるやつなんだけど、使ってってちょっと黒ずんでくっていう感じのがね、僕はフライトかっこいいなと思って。僕のやつはもうずっと長く使ってるやつで、まあヴィンテージと言われるやつなんですけど、こっちのフライトは94年製なんで、マジの昔のやつです。僕と同い年の94年です。すごいよね。マックスライトで、こっちが2000年の。2000年。これももう20年前。そうだよね。2000年っつっても20年前か。ここバカバカになってもまだ使い続けちゃうぐらいすごい気に入ってて。すごい。だってここまで行って壊れないのやべえなこのサドル。確かにね。レールその頃からレールはもうしたんですね。あ、そうなんだ。こっちはバナジウム。バナジウム。俺だってメッセンジャーの時、俺話していい？あ、全然もちろん。そうフライトなんで好きかっていうと多分なんだ赤土橋って言って自転車のさそのフリーマーケットがあるんだけど、そこ行って。まあフライト並んでんだよすげえいっぱい。しかもジャケありで。でかっこいいのそれが箱が。なんかコンコルドとか飛んでる絵描いてあって、その下にフライトがこうやって一緒に飛んでるみたいなジャケだってあったりするんだけど、かっこいいのよ。でなんか俺それでいいなと思って買ったんだよね。確か白いフライトだったと思うんだけど、いいっすね。でそのフライトもうすごい好きでずっと使ってたの。使ってたんだけど、まあ破けてくんじゃん。だからどんどんボロボロになっていくわけで、まあ、そのまんまもちょっと嫌だなと思って、もういっそのこと全部剥いじまえと思って、全部剥いだの。本当に皮剥いで中の下にウレタン入ってるんだけど、それも全部取ってもうただのトラックドルにしたのよ。それで俺3年ぐらい乗ってたの。23年かな。そう乗って最終的にやっぱ真ん中がパキッと言われて終わったんだけど、言ったらこんな感じっていうことですか？そうなんだけど、そのなんだろう、全部剥がした後に乗ったのもすげえ良かったの。っていうのは何が良かったかってベースが、なんだろうね、その柔らかいんだよ。ちょっとしなる感じ。ハンモックみたいに。で結構もうそのしなり具合だったりそのベースの形自体が俺のケツに超合ってたっぽくて、もうそこからずっとファン。カムさん今なんかつけてます？俺はローにつけてる。ローじゃねえ、ごめん、IF。じゃあみんなトラックバイクにつけてる。そうトラックバイク。今日わざわざ外してきましたよ。ありがとうございます。あと俺あれだった、ローに昔つけた白かな。あれどこ行っちゃったんだろうな。どこ行っちゃったんだろうな。モデルが変わったやつがあって、これとかね、ここがサスみたいになってる。本当だねそれ。超やばいですよ。やばいよね。わかるのがありました。そう、こう今ここがすげえ、何これ、面白。ちなみに片っぽ折れてるらしい。片っぽは割れてるんですけど、それでもまだ使ってる。じゃあ大地はさ、この他のサドルからフライトにさ移り住んできたわけだからさ、2人はなんか他のサドルに浮気的なことはしたことある？まあ自転車屋さんなんでいろいろなサドル試すとは思うんですけど、やっぱ戻ってくるみたいな感じですか？戻ってくるけど結局なんか速いバイクとかにつけたくなるのがフライト。なるほど。見た目もそうだね。やっぱシュッとしてるからっていうのもあるけど、なんかね昔のイエティとかのライダーとかがフライトつけてたりとかするんだよね。なんかそうっすよね。昔の写真とかでマウンテンバイクとかにつけてる写真とかよく出てくる。だからかっこいいんですよ、それにつけても。だからそうですよね。ブルーラグとかだと割とそのなんだロードバイク、トラックバイク以外にもなんかちょっとオフロードの匂いがするバイクにしてることも多いよね。なんかその1990、まあ1999年、90年っていうなんかその古き良きじゃないけど稲田さみたいなやつが残る形してるから、結構そういう黒森バイクとかにも全然いいし、その当時未来だぜって思ってたカーボンバイク、アルミバイクとかにもすげえ似合うんだよね。確かに。そう。もう30年前ってこと？30年前。すげえな。ちなみに去年が30周年だったんで。あ、そうなんで、去年第4世代が生まれたんだって。30年？30年。すごいな。しかもこれ復刻なんですけど、こっち新しいやつ。マジで熱いのが大体復刻ってなんか変なことするじゃないですか。まあするね。製法も全部全部オリジナルでやってんですよ。だってこれあれでしょ？2000年のやつでしょ？ベース変わんない。ベース変わんないんですよ。で、セライタリアの僕すげえ好きなところが絶対ここに、まあ物によって違うんですけど、絶対製造年入ってるんですよ。どこ？ここに時計みたいなやつが物によって違うんですけど、みんな僕のやつだとここに
94って入ってて、みんなどうやってそういう情報を得るの？新しいやつはここに入ってますね。なんでこれだと21かな。あ、じゃあもう割と今年作られてるって今年作られてる。すげえ。何月まで見えますかね。どうやって見るの？何月まで見れるの？分かりやすいのがなんか矢印があるんですよ、18ってか58年の7月、これが矢印になってる。ああ、なるほど。数字を指してはい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 。で、なんかいろいろさ、カラーとか出るじゃない。こういうなんかなんつうの、その時のシーズンみたいなものさ。でやっぱりあれみんな黒が好き？俺白が好き。あ、白が好き。そう今回僕らの店でさやったパンチングのやつとかあるじゃない。でこれも白なんだけど、白もあるんだけど、やっぱそのオリジナルのやつだとね、白ベース、ここが黄色文字だったかな。なんか見たことあるかもしれない。ここ黄色文字で、ここが赤なのよ。で、もうなんかわかんないけど、それが超かっこいいの。すんげえかっこいいの、それが。で、俺はもう白って言ったらそれだったんだけど、今回出たやつ全部赤文字なんだよ。それもね、ちょっと見てみて、いいなと思ったし、なんかあったよね。白ベースで全赤みたいな。白ベースで全赤あったかもしれないですね。あ、なんか単純にスポーツカーっぽくてすごい好き。確かに。そうだね。あとあれか、これとか第2世代のこれとかもそうだよね。白赤だね。そうだからね、普通に超好きし、あれいいよね。なんだっけ、ボウンディングだっけ、属者みたいなさ、捨てちゃってそうね。そうあれめっちゃ好き。今ターボしかないか。まあそんなような。そうこんなね。僕はすごい好き。あれもかっこいい。高級車の新製のシーン。めっちゃ好きです。あとこれもさ使い込んでいくとツヤツヤになる。そうこれもちょっと俺好きなんだよね。そうなんかフライトのなんかのモデルでフェラーリのエンジニアリングのチームが携わって作ってるみたいなやつを聞いたことあり。何に携わってるのそこまで分かんないですけど、サドルを作るにあたって確かフライトだったんですけど、でもその当時そうだよね、空力とかでさ、おそらくそういうなんか車好きとしてはちょっとみたいな。確かになんかあるフライトあるある。出てくる。あれちょっとネガティブな話だけど、ここさこうやってピュッてやってんじゃん。バイクラックかけるときにここめちゃくちゃ引っ掛けるんだよ。だからここから破けてくる。あるわ。もうここないっすね。ないよね。なくなってる。そうだから唯一俺それだけがいつもってなる。なんかここまたガビガビになっちゃったみたいな感じになったりとかあるね。僕はマジで使い倒してるんで。そうだよね。あとフライトあるあるってわけじゃないけど、なんだろう、そのファーストジェネレーションのやつとかは、当時のサドルとかそうなのかな、ラウンドって言ってここがこうやって丸い、言ったらとんがってるようなサドルが結構多かったのよ。でゾンコラどうなんだろうね、それもなんかラウンドって言っちゃっていいのかな。でもここ平たいか、ここがラウンドしてるなんだけど、フライトって意外と平らなんだよね、ここが。その座面のところが。で、それがお尻に合ってんだなっていう風にも時々感じる。あれか、それこそロールスとか、意外とポテって見えて、意外とここラウンドしてんだよね。そう。だからそうかもしれない。それがね、俺ケツに確かあんまり合わなくって、そうで、なんか外した覚えが一回ある。大地なんかないよ。フライトあるあるですか。僕でももうほんまさっきもちょろっとまんま出たことないですけど、使い込んでるフライトのテカリ具合、それでなんかどれだけ乗ってるかそれどんぐらいで出ます？毎日乗って。結構数年とかかかるの。でもいや言って半年とかじゃない？毎日乗ってるよ。毎日乗ってばいけるか。あとあれだね、フライトじゃないけど穴あきサドルってあるじゃん。あれ作ったのスライターらしいよ。いっちゃん最初に。そうなんだ。ゲル入ってるやつもそうらしいですよ。ゲル入ってるサイドルのイメージないけど、それか。そう。フライトあるあるはちょっと尺ってつけがちじゃないですか。確かに。レールの取り付け位置っていうか取り付け角度が結構他のメーカーってこうサドルのトップに対して結構水平になってるんですけど、フライトはちょっとこう総上がりで。確かに。だからちょっとこう尺ってあとこの座面もまったりじゃなくてこうなってるので、確かにちょっとノーズを上げてつけると調子がいい。本当だ。
全然気にならなかったわ。それで結構座り心地変わるんですよ。そうなんです、なんで結構ブライトはサドルってこう上下角度変えられると思うんですけど、それで全然性格が変わる。意外とここ平らだからちょっと前目のちょい上げにすると結構コンフォートな感じで。あれだよね、ここがさこうちょっとくぼんでるから、それがちゃんと違う、ここのトップとここのトップを合わせるような感じでつけるとすげえいいね。そうすると見た目もかっこいいんだよ。そうなんだよ。ちょっと前下がりじゃないんだよねこれね。コンコールライト感出ちゃうよね。あ、そうなんです。それ僕のあるあるです。ちょい上げ。実はさ、俺ちょっと前に買ったのよ。でつけて、俺は今日こういう動画撮ってるのお尻に合わなくて、だいたい俺どのサドルでも大丈夫なんだけど、初めてじゃないかなっていうぐらい合わなくて、ただちょっと今の話聞いて、俺トミーがそうつけ位置で変わるっていうから、ちょっともう一回チャレンジしてみようかなと思った。やっぱ見た目はさ、俺もかっこいいから買ったのよ。でどうしても我慢できなくてやったんだけど、ちょっと再チャレンジするわ。これマジで今勉強になった。超変わります。この2センチぐらいでこのサドルマジで性格変わる。だからすげえ勇気出てきたわ。確かにそうだ。それで多分ずっと使ってんだと思う。あ、なるほど。あと確かにポジションいじしちゃうよね。ポジションが無限に出せるんですよこのサドルは。確かに。なんかわかる。いいこと聞いたわ前今。アリオネ使ってたんですけど、アリオネはなんかもう好きだったんですけど、あんま変わんないんですよぶっちゃけ。ああ、そう個人的には角度とかやってもなんかいじってもまあ結局こんなもんかって感じで。俺もアンタレスの時なんかそんな感じした気がする。あと変えた理由はここがウィリーして焦げたらここ取れたこうなってるんでバーン取れて、そしたらねえ方がいいやと思って確かにこっちに変えたっていうのが。どんな人につけてもらいたい？これからちょっとサドル悩んでんだよなっていうお客さんが来たとして、まあ見た目はさ好きだから勧めると思うんだけど、どんなバイク乗ってるとかどんな悩みがあるとかっていう人につけてほしい。割とでもあれかも、前傾姿勢な自転車を組みたい人におすすめかな。後傾姿勢には正直あんまりおすすめはしないかも。そうですね、ツーリング車とかはちょっとあれですけど、やっぱロード、シクロクロス、トラックとかは。で、あとやっぱロマンだと思う。そうですね、それでかいな。それでかいですね。今のロードサドルの原型でもあるっていうのさっき話したけど、なんかそれを一回使ってみてからいろいろね、サドルとかっていうのを知るじゃないけど欲しいなっていうのはなんか調べてて思った。そうだし、俺もそうやって使おうと思った。結構僕もうここでいっちゃうタイプなんで、今マッシュが前セラサンマルコがサポートしてたんですけど、今セライタリアになったんですよ。そうだねっていうのが結構来て、昔から好きだけどちょっとこのまま一生使うわみたいなのがあれ一瞬フライトあったよね。ありましたね、うちにも入荷してたよね。ありました。稲妻のやつだっけ、ハンチングの。そう SLR だってね。 SLR ありました。あったか。そうなんで、そういうなんていうんですかね、メーカーとの関わりというか、マッシュ好きだったらこれ使ってほしいなとか思っちゃうし、マッシュ乗るんだったらセライタリアあったらかっこいいんじゃないかなとかは、なんかそういうここのあれがファッション系でね。ファッション系。ブログでも書いてたんですけど、結構今流行ってるのがオールド MTB、昔のマウンテンバイクっていうのとかも海外の乗ってる人とかかなり多い。そうね、さっきね言ってたみたいにね、そうマウンテンバイクにつける人も多いよね。ジャンル問わずではないけど、サドル重心の自転車じゃなければ結構ハマってくれる人多いんじゃないかなって感じ。そういいね。じゃあなんか雑なこと言うわけじゃないですけど、マジで好きすぎてとりあえず一回使って確かに見た目は本当かっこいいから、もし合わなくてもさ、なんかちょっとこう飾っといて、あとさっきのこれをいろいろやってもらって頑張ってみてほしい。確かに。でちょっと出ちゃったんだけど、あれをね、大地がこう持ってくれた白いのと黒いパンチングレザーは実はね別注させてもらったっていうね。半端ない。すごいですよね。だってマッシュが別注するのと同じことをやってるってことだね。なんか今パッションが。3人は黒と白どっちが好き？どっちも好きだと思いますけど、どっちが好き？俺白。僕白ですね。次買おうと思ってます。黒かな。
まあそう言わざるを得ないよね。そうだ安定な。あとこれあれでね、パンチングだからって言ったら水染みちゃうとかないからね。そうですね。そう下になんかねベースは入ってて、でその上にパンチングのレザーがあってそうなのでもし今日の動画見てねフライト自体に興味持ってくれた方は僕らのこの別注のサドルも選択肢に入れてもらえたらいいんじゃないかなっていう感じ。あれでもこれ普通のフライトより安い。いや、ちょっとだけ値段安くてっていうのも、オリジナルのやつここチタンレールなんですよ。そうだよね。これアルミだもんね。タイタニウムなんで、こっちはアロイレールになってるんで、ちょっとだけ重いんですけど、その分安くなって手に取りやすい。手に取りやすい。絶対買う次。ちょっと新しい自転車に組んでるんで。こんな感じかな。まさか銘柄一つ、サドルの銘柄一つでこんなに喋れると思わなかった。いろいろ並べたのに結局そうなる。いい。僕はね、外したやつをもう一回つけて、ちょっとやってみてください。やってみようと思います。はい。じゃあ今日はフライト大好きメカニックの3人でお届けしました。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。